えて健康先生。ガイドはですね、基本的に人間を守る目に見えない意識体のことなんだけども、簡単に言うと守護霊さんみたいなことですね。背後の存在を見れば、その人が大体どういう人かとか、何に特化しているかとか、人生が結構分かりやすいですね。はい、ガイド活用する方法もちろんあります。多分皆様が求めていらっしゃるのって物質的な豊かさとか現実的に人生が良くなっていくことだと思うので、そういう方は先祖系のガイドを増やしていくといいんです。増やしていって質を上げていく。そうすると必ずその人の人生も良くなっていきます。なのでガイドの活用法はまず1、それです。はい。2番目としては、これ通常の方とちょっと違うバージョンなんだけども、肉体を持って生まれてきた理由っていうものが、もっと多くの人を助けなさいとか、もっと多くの人の意識を向上させましょうって、そういうプランがもともと備わっている方がいて、そういう方のガイドって通常の個人的な領域をはるかに超えた、もっとすごい大きな、いわゆる神様的な存在というか、そういうガイドがついていたりして、そういう存在とうまくやり取りしながら、ガイドのしもべにならないように人間の意図を持ちながら、いい意識交換をしていくと、その人の人生は社会的にすごく発達していって成功者になっていきます。はい。皆さん誤解されがちなんだけど、ガイドとか目に見えない存在の方が高い存在ですよね。私たち人間だからこの人たちの示唆とか言うこととかアドバイス聞かなきゃいけませんよねとか、ガイドがこういう意向を持ってるからそれに従わなきゃいけないよねって人って思いがちなんだけど、実は主は常にここにある。主たる自分っていう肉体を持っている自分がある。やりたいことがある。それを勝手にガイドにサポートされたくないって意図をちゃんと持っておくとバランスが取れるんです。基本的にはガイドってまともであれば間違ったことは言わない。エネルギーバランスを見て言う。だけどもこっち側が弱すぎると全部言われた通りよくわかんないけど、なんかロボトミーみたいになんかガイドが言うからこっち、ガイドが言うからこっちみたいになっちゃう人いるんだけど、そうじゃなくって自分の意図があってこうやりたいって思ったこと自体がガイドがさせたいこととぴったり合ってくるとうまく歯車がかってくるんですけど。ガイドと仲良くなる方法、目に見えない宇宙ルールとしては、勝手にこの人の意図を超えて、このガイドが何かをしてはいけないっていう、そういうものがあります。なので、なんで助けてくんなかったのとか、なんで教えてくんなかったのってこっちが言ったりとするとしたら、だって頼まれてないもんっていうのがガイドの立場なんですね。なので、ガイドに自分の意図を明らかにしておく。私はこうしたいですってはっきり宣言をしておく。そうすると、これだったらサポートしていいよっていうことに関しては、もういつの間にかそれをしてくれるっていうふうに、そうすると良い関係性が保てるというか、そういう感じですね。鮮度系のガイドをもっと正しい見方につけるためには、お供物をちゃんとあげてご先祖供養を定期的にしましょうとか、その先祖の意向っていうのを把握した上で、私もこういうふうにやりたいですでうまく合致していけば歯車が回りやすい。ただ先祖系のガイドでもあんまり意識の高くない先祖系のガイドはすごくわがままだったりとか、我が家系はこうだから子孫はこうであるみたいな感じを言ってきたりとかして、そうするとそのガイドの言うことに聞いてると本当にやりたいことと違うことをさせられる場合もあったりするんですよね。で先祖系の場合はお供物を差し上げたりして先祖の格式を上げておくと、先祖が強引にならない、傲慢にならない、さらに先祖が全体を見通せる意識が高くなってくるので、バランスの取れたサポートをしてくれるようになります。はい。あとその先祖っていっぱいいるから子孫もいっぱいいるように、その先祖を大事にしておくと、この子孫こんなに先祖先祖って言ってくれるんだから大事にしようというふうに先祖が降りてきやすくなるんですね。だからそれは仲良くなる、そういうふうに捉え方でもいいかもしれないですね。ガイドどういうメッセージを送ってくるのか分かりやすいのは、たまたま会った人の口を使って言うべきことを言わせる。でそれがそのガイドの格の高さっていうか、その
知り合いのガイドより高いのか低いのかとかね、そういうのも含めてその人を使ってここに行ったらいいんじゃない、そういうふうにガイドがしてくる場合は多いですね。あともう一つは、私のパターンがこれだったんだけど、歌の歌詞を使ってメッセージを送ってくる。でその歌がひたすら1ヶ月ぐらいだってずーっと頭の中になってるんですよ。でなんだろうっけこの歌って歌詞を調べてみると、こういうことかみたいなメッセージが来たりとか、それはすごく多い2大バージョンですね。あともう一つは数字を使って意識を引き上げていくとか、そういうことをしていく場合もありますね。夜中起きたら444でしたみたいな。でも1回だけじゃなくって何かが届いて開けてみたらなんか紙が入っていて、そこに何の数字か分かんないけど44に書いてました。その次買い物に行ったらレシートが444円お釣りでしたみたいな感じとか、なんかそういう立て続けに何らかのことが来るときはそれはタイガーメッセージですね。基本的にはね、そのガイドと自分で通過でつながっているから、外から聞くバージョンよりもただひらめくって感じで、なんかわかんないけどこれがしたいとか、なんかわかんないけどこれをする必要があるって感じでポンってひらめく。それが一番オーソドックスなガイドのメッセージ方法なんですよね。まとめ、ひらめきはメッセージ。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。またぜひ見てください。はい、今日はですね、金環玉経という古代中国から伝わる方位を使った開運術があるんですけれども、これを使って北東の方角に金運を取りに行きたいと思います。金環玉経の面白いところは、基本的にこういう方位術って距離でねやることがほとんどなんですけど、これは移動時間で測るんですね。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。